どうもこんにちは、クリエイターのこたです。今日のテーマはこちら。 iPad を理想のデジタル手書き手帳にする方法2022年バージョンです。皆さんスケジュール管理どうされていますか？今の方法に満足していますか？これまで僕はアナログデジタル問わず様々なスケジュール管理ツールを使って試してはきたんですが、どの方法もどこかちょっとしっくりこない感じがあったんですよね。でも2021年から iPad に GoodNote 5というアプリを入れて、自分で一からデザインしたこちらの手帳テンプレートコタログダイアリーを使うことで、今までスケジュール管理に抱いてた不満を全て解消することができました。だらだらと話していてもなかなか伝わらないと思うので、先に中身をちらっとお見せしましょう。表紙をめくると年間カレンダーになっていて、月をタップすると月間カレンダー、戻って日付をタップするとその日付が含まれる週間カレンダーが表示されます。もちろん iPad なんで Apple Pencil を使って簡単に書き込むことができます。撮影した写真を取り込んだり、ネットで拾ってきた画像を貼り付けたりなんてこともできますよ。しかも iPhone や Mac からもデバイスを超えて操作ができちゃいます。どうですか？便利そうじゃないですか？こちらの手帳テンプレートを2021年こちらの動画で皆さんにも無料配布して、こういうの欲しかったですとか、シンプルで使いやすいですとか、大きな反響をいただきました。そして2022年版も作ってもらえますかとリクエストをいただきまして作りました。2022年版は無料タイプに加え4つのバリエーションをご用意。より使いやすくなる新機能やスタンプも追加しています。今回無料版の方でも若干改変を加えてるんですが、4つの新タイプでは僕自身1年間使ってみて感じた改善点やユーザーさんからのご要望を反映しています。いわば現在進行形の理想のデジタル手帳となっています。この動画では iPad をデジタル手書き手帳にしてコタログダイアリーを使うことのメリットと魅力、そして使い方やダウンロード方法について iPad 初心者の方でも今からすぐに使っていただけるようにできる限り分かりやすく語っていきます。旧バージョンをすでに使っている方も楽しんでいただけるように、進化のポイント部分ではこのアップデートアイコンを表示します。旧バージョンとの違いを楽しんでみてください。それでは早速僕の作った最新作コタログダイアリー2022を使いながら魅力と進化のポイントについて解説していきたいと思います。まずはデザインとバリエーションについて。僕が2022年版で用意したテンプレートは無料版と新タイプの全5バリエーションです。まずは無料版を見てみましょう。年間カレンダー、月間カレンダー、週間カレンダーで構成されています。たくさん予定を書き込んでも見づらくならないようにデザインは機能性を保ちつつもできる限りシンプルにまとめています。コタログダイアリーの特徴はデザインに極力罫線を使わず面で構成されたデザインとなっています。こうすることで時間や日付をまたぐ予定を書き込んでも見やすく、散らかった印象になりません。日本の祝日表記にも対応しています。基本的に無料タイプは昨年ご好評いただいた2021年版を2022年用にそのまま更新した内容となっています。そして新タイプのホリゾンタルとホリゾンタル JPN、 こちらのタイプでは週間カレンダーの日付のコマにも薄く時間を表記しています。2021年版では週の終わり頃になると時間軸が遠くなりやや見にくかったのを改善しました。またホリゾンタル JPN では何の日かまでわかるように祝日の名称もしっかりと表記しています。もう一方のホリゾンタルは日本の祝日表記を完全になくしたタイプとなっています。2021年版では海外の方にも多くダウンロードいただいたので、こうしたタイプを新たにご用意しました。 JPN ありは国内向けに、 JPN なしは国外向けと考えていただけると分かりやすいと思います。続いて新タイプのバーティカルとバーティカル JPN。 こちらはユーザーさんからのご要望を取り入れて週間表示の時間軸を縦にレイアウトした新しいタイプとなっています。2021年バージョンから移行しても違和感がないようにデザインは同じルールを採用しています。ホリゾンタルでは右にメモエリアを設けていましたが、バーティカルでは日々のスケジュール管理を優先してメモエリアを割愛しています。ホリゾンタルの2タイプと同じように JPN あるいは国内向け、日本の祝日表記があるタイプ、
JPN なしは国外向けに日本の祝日表記がなしのタイプとなっています。どうですか？自分だったらどれ使おうかなってなんとなく目星つきましたでしょうか？ホリゾンタルとバーティカルタイプ、どちらにするか迷う方もいらっしゃるかもしれませんが、日記やメモを多く書き込む人はホリゾンタル、スケジュール管理に比重を置きたい人はバーティカルを選ぶといいかもしれません。続いては具体的な活用方法です。実際に予定を書き込みながらどんな感じで使うのかお見せしたいと思います。無料版を使っていきます。まずは年間カレンダー。年間カレンダーは手帳のナビゲーションを兼ねています。月をタップすると月間カレンダーへ、日付をタップすると週間カレンダー表示に移動することができます。各ページの右上に配置されているホームボタンをタップすると年間カレンダーへ移動ができます。このページを起点にするとどのページに行くにもスムーズです。これでページをパラパラしなくて済みますよね。もちろん iPad なんでペンを使えばどこへでも書き込むことができます。ちなみに編集モード中はワンタップでは移動ができないので、プレビューモードに切り替えてから移動してください。ここ重要です。お問い合わせをいただく9割がこの部分です。あえてもう一度言います。編集モード中はタップで移動ができないので、プレビューモードに切り替えてから移動ができます。リンクはこの赤枠部分に入っています。これさえ覚えていただければもう難しいことはありません。年間カレンダーは祝日表記の違いはありますが、全タイプでレイアウトは共通です。続いては月間カレンダー表示です。月間カレンダーの各コマは予定を書き込みやすいように余白を大きく取ったレイアウトになっています。各タイプの祝日表記の違いはこんな感じです。早速ここに予定を書き込んでみましょう。もちろん Apple Pencil を使って書いていただいてもいいんですが、テキスト入力しておけば iPhone や Mac で編集するときも便利なのでおすすめです。あと文章の頭に何かアイコンをつけておくと見やすくなりますね。僕はまるで統一していつも使っていますが、可愛らしいのがお好きでしたら Apple デバイスには可愛い絵文字がたくさんプリインストールされているので、この絵文字を使ってみるのもページが華やかになっていいかもしれません。GoodNotes5 ではテキスト文字、手書き文字、どちらも検索が可能です。左上の検索から社内会議と、ほらこんな感じでどちらもちゃんと検索に引っかかってるのがわかりますね。これでアナログ手帳のようにあれどこに書いたっけってことももうありません。もちろんコピペもできますし、予定が変わってもずらしやすいです。日にちをまたぐ予定も Apple Pencil を使ってこんな感じでマーカーペンで線を引いておけば分かりやすいですね。予定の候補が2つある場合は手書きで補足しておけば曖昧なことを曖昧なままに表現できます。このようにこの手帳はまさにデジタルとアナログのいいとこ取りです。今までデジタルのスケジュール管理では書式が決まっていて曖昧な予定や補足情報を管理しづらかった。アナログ手帳は好きだけど書いた場所がよくわからなくなる。そんな悩みがあった方にこそぜひ使っていただきたい手帳です。そしてアナログ手帳好きの方やいまいち手帳をきれいに管理するの苦手なんだよねっていう方にも、日々のスケジュール管理が視覚的にもスマートに管理できるようにガイドページには僕のおすすめするカスタムカラー設定や便利なステッカー、役立つ情報なんかを掲載しています。このガイドページへの動線は各ページ上部に固定表示されています。こんな感じでいつでも開くことができます。ここに掲載されているカラーコードをタップするとクリップボードに数値がコピーされるので、プリセットを開いてペースト、こんな感じでカラー登録しておくといつでも統一感のある色が使えて便利です。もちろん好き嫌いはあると思うので、ここは自分好みに自由にアレンジして使ってみてください。続いては週間カレンダー表示です。週間カレンダーはページ上部がタイムラインになっています。予定を書き込んでみましょう。ノートのエリアはフリースペースなので、その週のタスクとか思いついたアイデアとかを書いておくといいかもしれませんね。あと GoodNotes5 は簡単に画像を取り込むこともできます。例えばガイドページにある僕が作った付箋ステッカーを取り込んでリストを作ったり、
ウェブで見つけた行きたいお店の情報なんかをメモしたり、こういうアナログライクな楽しさを簡単に取り入れられるのは iPad ならではです。どうですか？結構使いやすそうじゃないですか？バーティカル表示だとこんな感じに仕上がります。あと、今回ガイドページには Today や Now などの今現在を示すステッカーを追加しました。これはこの1年間実際に使ってみて僕自身欲しくなったステッカーです。これが意外と便利です。もちろん自動で動くわけではないので、こうやって自分で動かさなきゃいけないんですが、これがあるとパッと開いた時に今現在が把握できて快適です。こういう手帳って時間軸の距離の長さで予定配分を考えると思うんですが、今現在の起点から距離が測りやすくなっておすすめです。僕はスケジュール管理を完全にこの方法に統一してから意外にも得るものが多かったですね。一つは曖昧なことを管理できるようになったこと。これは僕がデジタル手書き手帳を始めるそもそものきっかけになったことでもあるんですけど、僕自身この1年間この方法に切り替えて曖昧さをうまく管理できるようになって、今までいろいろなスケジュール管理ツールにしっくりこなかったのはここだったんだなぁと痛感しました。曖昧なことを曖昧なまま管理するってやっぱり大切です。打ち合わせ中に思いついたアイデアをさらっと横にメモ書きするなんてことも簡単にできますし、未確定な予定もそのまま表現ができます。モチベーションとか面白いアイデアって意外とこういう曖昧さの中に隠れたりすること多いです。こうした情報もしっかりとアーカイブして自分のクリエイティブな活動に役立てることができるようになったのは本当に良かったですね。そして何より記録としての価値も生まれました。よくあるカレンダー系スケジュール管理アプリやタスク管理ツールだと過去のタスクや予定を見返しても全く面白くないんですよね。でもこうして過去の記録に曖昧さや筆跡なんかが内包されていると、不思議とその時の自分の感情が蘇ってきたりするんです。単にスケジュール管理としてだけでなく、過去の記録としても味わい深いものになったなぁと感じました。やっぱり人間はロボットではないので、完全に無駄を排除した01の世界だと行き詰まっちゃうところあると思うんです。スケジュールを管理するのだって本来タスクを消化したいんじゃなくて、価値ある時間を積み重ねていきたいだけですからね。今までいろいろなスケジュール管理方法を試してきて、僕にはこの方法が合っていましたね。もし興味があれば皆さんもダウンロードして試してみてください。今から説明する手順を踏んでいただければ皆さんもすぐに使うことができます。僕が理想の手帳を実現するために選んだアプリは GoodNotes 5です。このアプリは Apple Store の iPad デモ機にもインストールされている有名ノートアプリです。App Store からダウンロードしましょう。iPhone、Mac でも使いたかったら同じように App Store からインストールしておいてください。GoodNotes 5の魅力を簡単にまとめると5つです。1つ目、アナログライクな UI でまさにノートを使っているような感覚で使えること。2つ目、シンプルでありながら必要十分な手書きツールが揃っていること。3つ目、解像度が高いから細かく書けること。4つ目、iCloud 連携でデバイスを超えて使えること。そして今回重要な5つ目、自分オリジナルの手帳テンプレートが読み込めること。それでは僕が作ったオリジナルテンプレートコタログダイアリーを読み込んでみましょう。 iPad のサファリでコタログストアにアクセスします。 URL は store.kotalog.jp です。この YouTube 動画の概要欄にも URL を掲載しておきます。ストアにアクセスしたらヘッダーナビゲーションのコタログダイアリーをタップして欲しいテンプレートを選んで、今回は無料版をダウンロードします。タップ、カートへ追加、購入へ進みます。メールアドレスなどの情報を入力してお支払いへ進む。無料版なのでもちろん支払いの必要はありません。注文を完了。そのまましばらく待つとダウンロード Now のボタンが表示されます。これをタップするとダウンロードが開始されます。はい、こんな感じで端末にダウンロードができました。無料版は料金発生しないので、クレジットカードのない学生さんも安心してお使いいただけます。手続きが完了するとメールにもダウンロードリンクが送られてきます。このリンクからもダウンロードができます。
今回からダウンロードにこのようなステップを設けているのは、もしもデータに不備があった場合に皆さんにアップロードファイルをお送りするためです。その場合はメールでご連絡します。有料版はクレジットカードまたは Apple Pay、Google Pay で決済ができます。iPad に Apple Pay を登録している方は名前とか情報を入力しなくてもワンタップで買えるのでより簡単です。端末にダウンロードしたファイルを開いて共有ボタンからGoodNotes で開くを選択、新規書類を読み込むをタップすると GoodNotes で手帳テンプレートが読み込まれました。これで準備完了です。簡単ですよね。ちなみにもし iPhone や Mac でも使いたい場合はホーム画面の設定から iCloud の使用をオンにしておいてください。こうしておけば iPhone や Mac からも同じノートを使うことができます。その他の設定は特に必要ありません。それぞれのデバイスでアプリを開くと共有されたノートがもう表示されているはずです。このコタログダイアリー、もし気に入ったらお友達や同僚にも教えてあげてください。僕の次回作のモチベーションにもなります。無料版とはいえ著作権を放棄したわけではないので改変や再配布は困りますけど、 SNS でのシェアやレビューは大歓迎です。この動画やサイト掲載の写真もコタログダイアリーの紹介用であれば自由に使っていただいて構いません。シャープコタログダイアリーをつけて気軽に投稿してください。見に行きます。コタログダイアリーが皆さんにとっても理想の手帳になったら嬉しいです。あとリクエストあればコメントください。いやいや私は自分で作るんだっていう方はこちらの動画で作り方も解説しているのでそちらもチェックしてみてください。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、テクノロジーやガジェットなどについて発信していきたいと思っています。いいね評価、バッド評価どちらでも構わないので下のボタンで評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。